こんにちは。熊本恵みキリスト教会の山賀です。今日は北イスラエルの10部族は失われたのかというお話をしたいと思います。前々回ディスペンセーション主義者はイスラエルやトランプ大統領を支持するべきですかという動画を出しました。で、その動画を見たある方からコメントがあって、その中でこの失われた10部族についての話題が上がったんです。ですので今日ちょっとね、そのことを取り上げたいと思うんですが、その方は、失われた10部族というのは、陰謀論であって、実際には失われてないんだということを言っていました。で、どうしてそういうコメントがあったかというと、私が北イスラエル王国とユダ王国、南ユダ王国が再び結合するのは、患難時代の最後なんだと。そして今、集まってきている、イスラエル国家に集まってきているイスラエル人というのは、ユダ族とベニヤ民族の人たちなんだ。ということを、お話ししたものですから、私が失われた十部族説を、いわば陰謀論を、信じてしまっているというふうに、そう思われたんですね。で、それで、私が陰謀論者になってしまったので、そうではないですよ、ということも含めて、ちょっとね、今日はお話をしようと、思うんです。で、言葉というのは、まず定義をすることが非常に大切です。そうじゃないと、使っている言葉の意味が違って話が噛み合わないということがあるからです。で、この失われた十部族という時の失われるという言葉もやっぱりちゃんと定義しないと、その言っている意味が噛み合ってないことがあると思うんですね。で、私が失われた十部族という時、あるいは他のクリスチャンたちがそういう時、これどういう意味で言ってるんでしょうか。北イスラエル王国の十部族がもう滅んでしまって、そして十部族は今存在していない。彼らはもうこの地上に存続することができなかったという意味で言っているんでしょうか。もちろんそんなことありません。存在しているかどうかという意味で言えば、北イスラエル王国の十部族は当然存在しています。これはもうすべてのクリスチャンがそう信じていないといけません。なぜかというと、聖書にはイスラエルの十二部族がまた再び集まってくるということが書かれてあるからです。集まってくるためには当然存在していなければ集まることはできません。また、黙示録を見ると、7章にイスラエルの14万4千人についての言及があります。その14万4千人というのは12部族かける1万2千人で14万4千人であると書かれています。聖書は時期通りに取らなくてはいけませんから、その12部族の中に男族を除く北イスラエル王国の10部族が含まれているということを私は認めていますし、また全てのクリスチャンは認めないといけません。ですからそういう意味で北イスラエル王国の人たちは今までずっと生き残っています。じゃあ、失われてないじゃないですか。いや、失うという言葉にはもう一つ意味がありますよね。それはどこにいるかわからなくなるという意味です。私たちも物をなくすときに、別にそのなくしたものの存在が消えたわけじゃない。この地球上に存在しなくなったわけじゃない。だけど、どこにあるかわからなくなった。という意味で、失ったということがありますよね。そっちの意味です。北イスラエル王国の十部族に属していた人のほとんどは、今どこにいるかわかりません。そういう意味で失われているんですね。さあ、このことを聖書から見ていきたいと思います。で、時系列で、北イスラエル王国の十部族がどうなっていったのかということを聖書を開きながら、また、十部族はいなくなってないと言っている方の主張なんかも、その根拠なんかも聖書から挙げながら
お話をしていきたいと思います。さあ、まずですね、北イスラエル王国が滅んでしまったのはいつのことだろうかというと、紀元前722年です。このことについて第二列王記の17章を見たいと思います。第二列王記の17章6節をお読みいたします。ホセアの第9年にアッシリアの王はサマリアを取り、イスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとゴザンの川、ハボルのほとり、またメディアの町々に住まわせた。さあ、ここにホセアの第9年と出てきます。これは紀元前722年です。この年、アッシリアの王がサマリアを取りました。サマリアというのはイスラエルの首都です。ですから、ついに首都陥落です。これまでもアッシリアはイスラエルを攻めていました。そして、すでに何度もイスラエル人たちをアッシリアに捕囚していました。しかし、紀元前722年に最終的に北イスラエル王国が滅亡したんです。非常に多くのイスラエル人は殺されました。そして生き残った人たちの中からもその多くがアッシリアに捕らえられていきました。ですからこうして国としては北イスラエル王国がなくなりました。さあ、じゃあその後どうなったんでしょうか。10部族は失われてないと言った人たちは、この後の聖書の記事の中にも、カナンの地に北イスラエル王国の10部族がまだ存在しているということが書かれてあるので、彼らは失われてないんだということを言うんですね。で、実際、そうなんです。まだこのカナンの地、北イスラエル王国のあった場所に、10部族の人たちは残っています。ちょっとそれもね、確認してみたいと思います。第二歴代史の30章。まず一節を読み出します。ヒゼキヤはイスラエルとユダの全土に人を使わして、またエフライムとマナセに手紙を書いて、エルサレムにある主の宮に来て、イスラエルの神主に杉越の生贄を捧げるように呼びかけた。さあ、ここにヒゼキヤ王のことが出てきます。これはヒゼキヤの治世の第1年なんですね。それはいつかというと、紀元前715年です。紀元前715年にヒゼキヤ王は、イスラエル全土に人を使わしているんですね。そして、エフライムとマナセに手紙を書いてるんです。アッシリアによって北イスラエル王国が滅ぼされてから7年後ですが、イスラエル王国の領土内にエフライム族やマナセ族という10部族がいるということがわかります。で、どうしているのかということですが、6節にこう書かれていますね。旧士たちは王とその高官たちから託された手紙を携えて、イスラエルとユダの全土を行き巡り、王の命令の通りに告げた。イスラエルの子らよ。アブラハム、イサク、イスラエルの神主に立ち返りなさい。そうすれば主は、アッシリアの王たちの手を逃れて残ったあなた方のところに帰ってきてくださいます。さあ、ここに、アッシリアの王たちの手を逃れて残ったあなた方と出てきますね。ですから、アッシリアの王は北イスラエルの10部族を捕囚にしたのですが、その時、その手を逃れた、そしてカナンの地に残ることのできた者たちがいたということです。そして、さらに少し先を読みますと、11節にこう書かれてあります。ただ、アシェル、マナセ、およびゼブルンの一部の人々はへり下ってエルサレムに登ってきた。ヒゼキヤ王の呼びかけに
答えて、エルサレムに行って、そして、杉越の祭りを祝おうとした。その生贄を捧げようとした人たちが、アシェル族、マナセ族、そしてゼブルン族の一部からいたということが書かれてあります。ここまでのところで出てきた部族というのはエフライム族、マナセ族、そしてアシェル族、ゼブルン族。10部族中4つです。あとの6つは出てきませんが、でもおそらくこの4つの部族が残っていたということは、あとの6つの部族もカナンの地に残っていた者たちがいたということがわかります。ですから、まず一つですね、このカナンの地に捕囚に合わずに生き残っていた10部族がいるじゃないか。失われた10部族じゃないという一つの理由です。そしてさらに、じゃあアッシリアに連れて行かれたイスラエルの10部族はその後どうなったのか。歴史を見ると、アッシリアはその後、紀元前609年にバビロンとメディアの連合国に滅ぼされます。ですからその後、アッシリアに捕囚に行ったイスラエル民族というのは結局バビロンの支配下に入るんですね。そしてさらにその3年後、紀元前の606年から605年にかけて、今度はバビロンはユダ王国を襲います。紀元前606年、605年に第1回目のバビロン捕囚というのが行われるわけですね。ダニエルとかシャデラク、メシャク、アベデネゴのような優秀な若者たちがこの時にバビロンに連れて行かれます。そしてその後、紀元前597年、そしてさらに586年と3回バビロン捕囚が行われるわけですね。で、紀元前586年にはエルサレムが陥落します。こうしてユダ王国も、北イスラエル王国に遅れること百数十年、しかし滅びてしまうんですね。さあ、ですから結局のところ、アッシリアに連れて行かれた10部族と、バビロン捕囚にあった2部族は、バビロンで合流してるじゃないかというわけです。そしてそのバビロンで合流した彼らは、今度、ペルシャのクロス大王という王様が、ペルシャがバビロンを滅ぼした後ですね、このクロス大王がエルサレムに戻っていいですよという帰還命令を出すんです。でそれで彼らはエルサレムに帰る人たちがいるわけですね。その中に北イスラエルの10部族も含まれていた。だから結局のところ彼らは帰ってるんだというわけですね。実際歴代史第一の9章を見ると確かに帰った者たちがいるということがわかります。1節から3節まで読みたいと思います。全イスラエルは系図に記載された。それはイスラエルの王の書にまさしく記されている。ユダはその不信の罪のゆえにバビロンに捕らえ移されていた。彼らの所有地である彼らの町々に戻ってきて最初に住み着いたのはイスラエルの人々、祭司たち、レビ人および宮のしもべたちであった。エルサレムにはユダ族、ベニヤミン族、エフライムおよびマナセ族の者が住んだ。さあ、不信の罪のゆえにバビロンに捕らえ移されていたユダヤ人たちが帰ってきました。で、その時帰ってきてエルサレムに住んだ人たちの中にユダ族、ベニヤミン族、この2つは南ユダ王国の2部族です。そしてエフライム族、マナセ族がいたと書かれていますね。このエフライム族とマナセ族というのは北イスラエル王国の10部族中の2部族です。ですから、2部族かもしれませんが、確かにこの北イスラエル王国の者たちも帰っていたということがわかります。さあ、これらのことから2つの理由でね、10部族は失われてないんだという主張をそのコメントをされた方はしていました。つまり、
アッシリア捕囚の時に捕囚されずに残った者たちがいるじゃないか。これ一つ目の理由です。二つ目の理由は、ユダヤ王国がバビロン捕囚にあった時に、バビロンで合流して、そしてその後、ペルシャのクロス大王の時にカナンの地に戻ったんじゃないか。こういう二つの理由で北イスラエル王国は失われてない。十部族は失われてない。というわけなんですね。さあ、確かに少数の者たち、一部の者たちがカナンの地に残ったという意味ではその通りです。しかし、今話をしているのはそういう、一部の個人がいたということではなくて、部族としての話をしているんですね。北イスラエル王国の十部族という言い方は、その部族の大半、あるいは全体から見た、その大多数がどうかというお話をしています。大多数は今どこに行ったかわからないんですね。さあ、なぜかと言いますと、二つ理由があります。一つは、先ほど捕囚されずに残っていた、この十部族のね、アッシリアの手を逃れた人たちについて、聖書はその後何が起こったと語っているのかという問題です。彼らは確かにイスラエルの場所に残ったんです。ところが、アッシリアの王はそこに異邦人を送り込みました。第二列王記の17章から見ておきたいと思います。17章の24節。アッシリアの王はバビロン、クテ、アワ、ハマテ、そしてセファルワイムから人々を連れてきて、イスラエルの人の代わりにサマリアの町々に住まわせた。こうして彼らはサマリアを占領して、その町々に住んだ。アッシリアの王は数多くの異邦人をサマリアの町々に連れてきたんです。サマリアの町々というのは北イスラエル王国の町々のことです。ですからそこに生き残った十部族の人たちも、この異邦人たちと混ざり合ってしまったんですね。いわゆるサマリア人と呼ばれる人たちが誕生した理由です。ちなみにサマリア人という言葉は新約聖書にはたくさん出てくるんですが、旧約聖書の中に出てくるのは一箇所だけです。それがこの第二列王記の17章なんです。17章の29節。しかしそれぞれの民はそれぞれ自分たちの神々を作り、サマリア人が作った高きところの宮にそれを安置した。それぞれの民は自分が住む町々でそのようにした。さあ、このようにして彼らは異邦人と混じり合ってしまったんです。だからこそイエス様の時代、ユダヤ人とサマリア人というのは仲が悪かったんです。ユダヤ人からするとサマリア人というのはイスラエルのアイデンティティを捨てて異邦人と混ざり合ってしまった、そういう汚れた存在と見ていたんですね。さあ、こうなるとどうなるかと言いますと、イスラエルとしてのアイデンティティは時間が経つにつれて、それこそ何百年という時間が経てば経つほど弱くなっていきます。異邦人と混ざり合ってしまった結果、彼らは自分たちはイスラエル人なんだという意識を保つことができなくなっていきます。実際、今、サマリア人たちはどれだけ残っているでしょうか。実は現代でもサマリア人と呼ばれる人たちは残っています。どれぐらい残っていると思いますか？以前私が読んだ本によれば900人ほど残っていると記されていました。900人ですよ。今、彼らはテルアビブの近くのホロンという町に、イスラエルにある意味で守られながら住んでいると。イスラエルも彼らサマリア人たちを保護しているというわけです。というのは、イスラエル人たちもサマリア人たちを血が混ざっているかもしれないけども、
イスラエルの血を継いでいる者たちと認めて保護しているわけですね。しかしその数が900人というんです。今、イスラエル国家は1000万人ほど人がいます。でその中のユダヤ人と呼ばれる人たちは7割強と聞いたことがあります。700万人台と言えるでしょうね。700万人に対してのサマリア人が900人。ものすごく少ないんです。ユダヤ人たちがローマのティトゥース将軍に紀元70年にエルサレムが攻め落とされて、そしてバルコクバの乱の時にもう完全にエルサレムから追放されて、その後イスラエル人たちは放浪の民となったのですが、そのユダヤ人たちは自分たちのアイデンティティをずっと保つことができていた。それに比べると、サマリア人たちは自分たちのアイデンティティを保つことがほとんどできなかったということです。900人ぐらいしか残らなかった。それは異邦人と混ざり合うことによって、彼らの自分たちはイスラエル人なんだというその思い、意識がやはり薄まってしまっていたからなんですね。ですからそういう意味では、確かにカナンの地に残ったイスラエル人たち、十部族の者たちはいましたが、その彼らのほとんどは今どこにいるかわからなくなっている。少なくともそこからずっとサマリア人として今に至るまで続いていた人の数というのは900人ぐらいということです。そしてさらにアッシリア捕囚から逃れて北イスラエル王国の領土に残り続けていた人たち、その後アッシリア王国が送ってきた異邦人と混ざり合った人たち以外のイスラエルの十部族の生き残りはどうなんだろうか。その人たちはアッシリア捕囚で連れて行かれた後で、今度ペルシャの王クロスによって帰ってもいいですよと言われた時にユダヤ地方に帰っていった人たちということになります。アシェル族の女預言者アンナ、ルカの福音書に出てきますが、アンナなどはまさにその実例だと思いますね。アシェル族、十部族の中の一つの部族です。そのアシェル族の女預言者アンナがエルサレムに住んでいました。ですから確かにそういう人たちもいたわけです。彼らはサマリア人として迫害を受けるのではなくて、アシェル族としてのイスラエルのアイデンティティを保ちながらイエス様の時代にも存在していたわけです。だからそういう人たちはいたんじゃないですか。いました。しかし極めて少数であったんですね。どうしてかというと、バビロン捕囚から帰ってきたその人たちの数というのは4万何千人がいるんですが、そのほとんどはやはりユダ族とベニヤミン族だったからなんです。でこれについてはエズラ記に書かれてあります。エズラ記の、1章です。1章の5節を読み出します。そこでユダとベニヤミンの一族の頭たち、祭司たち、レビ人たちは立ち上がった。エルサレムにある主の宮を建てるために登っていくように、神が彼ら全員の霊を奮い立たせたのである。さあ、これはペルシャのクロス大王が帰ってもいいという、そういう命令を出したとき、誰が立ち上がったのかという記事です。ユダとベニヤミンの一族の頭たち、そして祭司たち、レビ人たちなんです。第一歴代史には確かにエフライム族とマナセ族の者たちも帰ったということが書かれてありましたが、それはごく一部なんですね。エズラ記の記録によればもう彼らの名前は書かれていません。なぜかというと、ほとんどユダ族とベニヤミン族からなる人たちが帰ったからなんです。これはもうある意味で仕方がなかったと私は思います。というのは、バビロン捕囚があったのが、紀元前606年以降です。そして
クロス大王の帰還命令があったのが紀元前536年。ちょうど70年の時が流れているわけですね。言い換えると70年前にエルサレムからバビロンに連れて行かれた人たちが70年後にエルサレムに帰ってもいいですよと言われたんです。その時にどれだけのユダヤ人たちが帰っていったんでしょうか。たったの4万数千人なんです。当時バビロンにはるかに多くのユダ王国の人たちがいたはずなんです。なんで彼らは帰ろうとしなかったんでしょう。70年の間にバビロンの国の言葉を覚え、バビロンで学問を学び、バビロンで仕事に就き、バビロンで結婚し、そこに家庭があったからです。70年の年月というのは短くないです。その間に多くのユダ王国の人たちは、エルサレムに帰ってもいいですよと言われても、もうここでいいと、バビロンにいようじゃないかと、たまにもちろんエルサレムに行って神様を礼拝したいと思う者はいたでしょうけども、まだ廃墟のままのエルサレムに戻って神殿を建て直すなんて、そんなこととてもできませんと考えるユダ王国の人たちが大半だったんです。たった70年の期間でもそうなります。これはもうある意味で仕方がないと言えると思います。じゃあ一方で、北イスラエル王国の人たちは何年ですか。紀元前722年に彼らはアッシリアに連れて行かれました。ペルシャのクロス大王が紀元前536年に帰還命令を出しているんです。その間、何年ありますか。186年です。70年でさえ、もうバビロンに出ていいと思う人たちが多かったんです。186年前ですよ。その時に連れて行かれた彼らが、じゃあみんな戻ろうと言って、みんな戻るでしょうか。ほとんど戻らなかったんです。もうごく一部のエフライム族、マナセ族の人たちがついてきた。でも大多数はユダ族、ベニヤミン族、そしてレビ人たちだったんです。だから確かにこのクロス大王のお触れが出た時に帰った者たちはいたでしょう。しかし全体的に見るならばやはり帰ったのはユダ族とベニヤミン族の2部族なんです。実際これはヨセフスという歴史家がいますが、彼もその認識なんですね。ヨセフスがユダヤ古代史の11巻において、イスラエルの10部族はユーフラテス川の向こうにたくさんいると。彼らは皆そこに住んでいると言ってます。そうなんですね。ヨセフスは10部族は今私たちと合流して、ここで一緒に住んでますと言わなかったんです。10部族は向こうにいると、そう言ってるんです。またこれはタルムードでも一緒です。タルムードの中でラビたちがどう言ってるかというと、10部族はユーフラテス川の向こう側に住んでいると、そう言ってます。ですから、10部族がペルシャのクロス大王の帰還命令の時に一緒に帰ってきたというのは、これはもう言い過ぎなんです。帰ってないんです、ほとんどが。帰ったのはごく一部です。そのほとんど全てはユダ族とベニヤ民族なんです。で、このユダ族とベニヤ民族からなるユダヤ人たちも、紀元70年にローマのティトゥース将軍によってエルサレムが滅ぼされ、でその後紀元130年にバルコクバの乱などがあった時に、もう完全にユダヤ人がエルサレムに入ってくることが禁じられ、そして流浪の民となります。ただ、その流浪の民となったユダヤ人たちは、歴史的に彼らの足取りを追うことができるんです。紀元70年のローマのティトゥース将軍のエルサレム陥落以降、
その後、国を失った彼らが、いろんな場所で、ユダヤ人としてのアイデンティティを保ちながら、いろいろな働きをしてきたこと、また、タルムードなどを残してきたこと、それらの足取りを歴史的にたどることができるんです。ですから、そういう意味で、紀元1世紀にローマに滅ぼされたユダヤ人たちは失われてないんですね。彼らの足跡をたどることができるという意味で、彼らがどういうふうに移り住んできて、そして今、イスラエル国家ができた。イスラエルに戻ってきているという足取りを追うことができるんです。一方で、ユーフラテス川の東側にいると言われた北イスラエル王国の10部族の大多数、これらについての足取りを歴史的に追うことができますか？できないんです。全然できないんです。彼ら今どこに行ったんですか？わからないんです。サマリアに残ったサマリア人たちは今900人しかいません。バビロン捕囚から南ユダ王国が戻った時についていった人はごくわずかです。そして大多数のユーフラテス川の東側に残った10部族はどこに行ったんですか？歴史的に足取りを追えません。これが北イスラエル王国の10部族が失われていると言われる理由です。そして今、イスラエル国家に戻ってきている人たちの中で、自分たちはイスラエルの10部族の出身ですと言っている人はどれだけいるんでしょう？数万人だと読んだことがあります。700数十万人のイスラエル国家の中のユダヤ人の人口と比べてみると、数万人というのは 1% にも満たないんです。しかも、その自分たちはイスラエルの10部族の出身ですと言っている人たちは、本当にそうなのかということを証明ができないんですね。系図がもうないからです。これは今イスラエル国家に集まっているすべての、ユダヤ人たちが系図がないと言えるんですけども、その北イスラエル王国の出だと言っている人たちに関しても、系図がないので、彼らが本当にイスラエルの10部族であるということを証明する方法がないんです。もちろん証明する方法がないので、そうかもしれないということはできます。ただそういう人がいたとしても、全体の数%であるということなんです。これで12部族がみんな同じように今集まってきていると言えるでしょうか？言えないです。全く言えないです。北イスラエルの10部族に関しては、そのほとんどが今なおどこにいるかわからない状況であり、そしてそれはいつまで続くんでしょうか？いつはっきりするんでしょうか？それは患難時代が始まった後でなんですね。その後で神様が明らかにされる。あるいは、口伝で自分たちがイスラエルの10部族だということを、受け継いできた。そして黙っていた者たちが出てくる。いろんな形でイスラエルの10部族がまた再び神様によって導かれ、集められ、そして最終的にユダ王国の2部族と北イスラエル王国の10部族が完全に一つになる。それが患難時代の最後に起こります。ホセア書の1章にそのことが書かれてあります。ホセア書の1章、11節からお読みいたします。ユダの人々とイスラエルの人々は一つに集められ、一人の頭を立てて、その地から登ってくる。誠にイスラエルの日は大いなるものとなる。さあ、ここにユダの人々、イスラエルの人々という言葉が出てきました。これは南ユダ王国と北イスラエル王国の人々です。彼らが一つに集められ、一人の頭を立てて、その地から登ってくると言われています。この一人の頭とは誰でしょうか？イエス様です。北イスラエル王国、南ユダ王国が共にイエス様こそ私たちのメシアであったのだと、イエス様を自分たちの頭と立てる、その日がやってきます。その時に
彼らは一つに集められるんですね。今、イスラエル人たちが国を作って、そしてカナンの地に戻ってきています。この出来事がすでにこのホセアの1章11節の予言の成就、あるいはその成就の兆しであると、そう考える人たちがいます。しかし、それはまだ違うんですね。まだ早いんです。なぜかというと、今、イスラエル国家は確かにできました。しかし、その彼らはイエス様を一人の頭として立ててないんですね。イエス様を認めてないんです。残念ながら、イスラエルの霊的回復はまだ先です。エゼキエル書の37章のね、骨の予言がありますよね。干からびた骨が組み合わさって、そして体になって、その後息が入ってきて、生き返るというね、そういう予言があります。で、これを2段階予言というふうに言う人たちもいます。今、体が出来上がった状態で、でもまだ霊が入ってないんだ。確かにそう見ることは、今のイスラエルの状況と、ある意味で似ていると言えると思います。というのは、今、イスラエルは国家としては出来上がったけども、まだそこに霊的な命が入っていない。もしそう見るならば、そう見てもいいでしょう。私は、エゼキエル書の37章に関しても、2段階の予言の成就というのは支持していません。なぜかというと、ちょっとね、細かい話になってしまうんですけども、エゼキエル書の37章の干からびた骨について、神様が、この干からびた骨は、イスラエルの前科であると、そう語っておられるんです。37章の11節を読みいたします。主は私に言われた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。見よ、彼らは言っている。私たちの骨は干からび、望みは消え失せ。私たちは断ち切られたと。さあ、ここにイスラエルの前科と書かれている言葉がありますね。イスラエルの前科という言葉は2つの意味しかありません。一つは何かというと、イスラエルの12部族全体です。もう一つの意味は何かというと、北イスラエル王国の前科という意味です。今、イスラエル国家ができましたけども、今集まってきたのはほとんどがユダ族とベニヤミン族です。つまり、ローマのティトゥース将軍によって滅ぼされたユダヤ国家にいたユダヤ人たちの生き残りたちです。ですから、この骨がイスラエルの前科であると言われている以上、今のイスラエル国家を形成する人たちではないんですね。イスラエルの前科というのは12部族全体か、あるいは北イスラエル王国の10部族か、どちらかです。どちらにとったとしても、今の現象を表していません。で、おそらく文脈から見ても、またこの後の別の箇所から見ても、ここで言われている骨は、私は北イスラエル王国の人たちという意味で理解した方がいいと思います。なぜかというと、この後16節にこういう言葉が出てくるんですね。エゼキエル書の37章の16節。人の子よ、あなたは一本の杖を取り、その上にユダとそれにつくイスラエルの人々のためにと書き記せ。もう一本の杖を取り、その上にエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のためにと書き記せと書かれてあるんです。そして17節によれば、その両方をつなぎ、一本の杖とし、あなたの手の中で一つとなるようにせよと言われています。さあ、ここで神様はエゼキエルに2本の杖を取らせてるんですよね。で、1本の杖の上にユダとそれにつくイスラエルの人々と書きます。ユダというのは当然これは南ユダ王国ということです。で、もう1本の杖にはエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のためにと書くんですね。でエフライムというのは、これは実は北イスラエル王国全体を
表す言葉なんです。なぜかというと、北イスラエルの10部族中、最大の部族がエフライム族だったんです。ですからこれ聖書を見ればいろんな箇所に出てくるんですが、エフライムという言葉で北イスラエルの10部族全体を表しているという表現なんです。ですから一本は南ユダ王国、そしてもう一本はエフライムの爪、つまり北イスラエル王国を表しているんです。で、この北イスラエル王国を表す杖の方に何と書くかというと、ヨセフとそれにつくイスラエルの全家のためにと書くようにと神様はおっしゃっておられるんです。で、先ほどこの干からびた骨はイスラエルの全家であると。同じエゼキエル書の37章で神様は語っていらっしゃいます。同じ箇所に同じ言葉が来た場合、基本的には同じ意味で取るべきです。勝手に違う意味に変えることは、基本的にはできないです。ですから、干からびた骨について、イスラエルの全家であるとおっしゃって、で、このエフライムの杖の方をイスラエルの全家と呼んでいるわけですから、干からびた骨というのは、おそらく北イスラエル王国の10部族のことを意味していると。そう理解したら良いでしょう。そしてこのエゼキエルの37章というのは、これは預言者エゼキエルが生きていた時代に書かれました。もちろん将来のことを予言しているのですが、書いたのはエゼキエルが生きている時代です。そしてエゼキエルが生きている時代というのは、これはちょうどバビロンが南ユダ王国を攻めて、南ユダ王国を滅ぼそうとしている。そのタイミングなんです。さあ、この時ですね、確かにユダ王国はピンチで絶望的な状態で、霊的な状態も干からびた骨のような状態でした。これは本当にその通りなんです。ただ、干からびた骨というのは、これは死んでから随分時間が経っているという意味なんです。エゼキエルが生きていた時代というのは、南ユダ王国が滅ぼされる時代です。死んでからだいぶ時間が経っているのは北イスラエル王国なんです。エゼキエルが生きている時代から見ると、もう百数十年前に北イスラエル王国は滅びました。つまり民族的にはもう死んで百数十年経ってるんです。だからおそらくこの干からびた骨というのは、神様がイスラエルの全家であるとおっしゃったのですが、それは北イスラエル王国のこと。もうすでに国としてのあり方を失って百数十年経っている。人間の骨で言うならもう干からびるような時間が経っている。そのイスラエル、そして今ユダさえも滅ぼされようとしているという状況の中で、再びこの二つが一つになるんだということをエゼキエルは語っているんですね。じゃあこれはいつなのか。これは患難時代の最後です。エゼキエル書の37章の22節をお読みいたします。私が彼らをその地、イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼ら全体の王となる。彼らは再び二つの国となることはなく、決して再び二つの王国に分かれることはない。さあ、彼らが一つになるとき、一つの国となるときというのは、一人の王が立てられるときです。これはこの後見ればわかるんですが、ダビデのことなんですね。イエス様が千年王国の王となり、全世界を治められます。そのイエス様の全世界に対する支配の中で、特にイスラエルに対する責任をダビデが負わせられるということです。これは千年王国において成就することですよね。ですから、このイスラエルとユダが一つに結合される時というのは千年王国が成就する直前、患難時代の最後なんです。その時にイスラエルは本当に生き返ります。霊的に蘇らされるんですね。今、イスラエルが集まってきていることは、まだ霊的な回復ではありませんし、イスラエルの12部族が体を作り上げたという状況でもまだありません。今集まってきているのは、もうほとんどが2部族。一部
10部族の中の者たちも混ざっているだろうというぐらいなんですね。まだまだイスラエルの回復は時間がかかります。その前に景挙があります。今は教会時代です。この教会時代にあっては、私たちは新イスラエルか反イスラエルかという問題で、教会の中に分裂を絶対に生むべきではありません。それは次回、このことについてね、取り上げようと思うんですが、教会が新イスラエル、反イスラエルといって分かれることは、分裂をすることは、これは本当に大きな間違いなんです。教会という真理をぶち壊すとんでもない間違いなんです。反ユダヤ的な考えを持つこと、これももちろん絶対いけません。なぜならば、ユダヤ人たちは今でも神の民であり、彼らに触れることは神様の瞳に触れることであると書かれています。ですから私たちは反ユダヤ主義なんてもちろん考えるべきでもありません。しかし、じゃあ私たち新イスラエルだと言って、新イスラエルを標榜してクリスチャンとして歩むことは、これは今の教会時代において、異邦人もユダヤ人もない、キリストにあって一つなんだという真理を破壊してしまうことになるんです。これはガラテヤ人への手紙の中で言うならば、ペテロがしてしまった失敗です。パウロがそれを見てペテロを咎めた、その失敗です。今それと同じようなことをディスペンセーション主義の名のもとに行う人がいるというのは、これは本当に残念なことなんです。次回そのことについて取り上げたいと思います。今日はイスラエルの失われた10部族について、聖書は何と言っているのか。また私たちはヨセフスやタルムードの中でラビたちが言っていることからも、彼らのほとんどはカナンの地に戻ってきてなかったということをね、見ました。彼らの生き返ること、彼らの回復はもう少し後のことです。しかしそれは必ず起こります。なぜならば彼らに対するアブラハム契約は無条件契約であり、神様がご自身の皆のゆえに必ず成就させることであるからです。では今日の動画はここまでにしたいと思います。では失礼します。